いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は冬キスを解説していきます。冬のキスは1年で最も釣れにくい時期になりますが、この時期に釣れるキスは越冬キスと呼ばれ、脂が乗った大型の個体が多い時期でもあります。とは言っても、そもそもキス釣りをやったことがないという方も多いですよね。キス釣りは釣りの入門書には必ずと言っていいほど載っています。しかし入門書にはハイシーズンの釣り方しか書いていないため、その本の通りに釣るだけでは、ただただ寒い思いをするだけで全く釣れないなんてことになりかねません。でも大丈夫です。この動画で冬のキスについて勉強すれば越冬キスを釣ることができます。もしあなたが大きいキスを釣ってみたい、脂が乗った美味しいキスを食べてみたいと思っているのであれば、この動画を最後まで見て、一緒に冬のキス釣りについて学んでいきましょう。そうすれば必ず越冬キスに出会えるはずです。ということで、いつものように結論から見ていきます。冬はほとんど移動しない。水深は10メートル以上。線状に探る。この3つの結論について解説していきます。冬にキスを釣るためには、その特徴を知ることが大切ですから、一緒に学んでいきましょう。そこで本日の目次です。キスの生態。冬に狙うポイント。冬のキスの釣り方。そして動画の最後には特典パートとしてキスの美味しい食べ方をご紹介いたしますので、最後までご覧いただけたら幸いです。それではキスの生態から見ていきましょう。キスはスズキ目、スズキア目、キス科、キス属に属する魚で、砂堤や砂泥底のエリアに好んで生息しています。キスは銀白色のスレンダーな体型と、その生息域から砂浜の女王と呼ばれています。実際体側は光が反射すると虹色に光り、非常に綺麗なので、ぜひ直接見てもらいたい魚の一つです。そしてキスの適水温は15度から25度で、15度を下回ると水温の安定する深場に落ちてしまいます。このあたりは他の魚と同じですね。またキスは単独行動が多いと思われがちですが、ハイシーズンは最大20尾から30尾の群れを作って1箇所にとどまらずに移動しています。一方で冬は一定の場所にとどまる傾向があり、これも冬にキスが釣れにくくなる理由の一つというわけです。次に冬に狙うポイントについて見ていきます。先ほどキスは適水温を下回ると深場に落ちてしまうと説明しました。そのため、おおむねの目安として10メートル以上の水深があるサーフを中心に狙ってみましょう。そんなサーフがないという方は、フェリーなどの大型船が出入りしている三尾筋など、水深がある港湾部がおすすめです。また、ハイシーズンと大きく違うところとして、河川の流れ込みがあるサーフは避けた方がいいです。通常、流れ込みは最も釣れるポイントの一つと言われますが、冬のキス釣りに関しては河川の水が冷たいところもあるため、逆に釣れなくなってしまうということもあります。生態はセオリー通りなのに、ポイントはセオリー通りにいかないというところにも面白さがあると思いませんか？最後に冬キスの釣り方を見ていきましょう。まずタックルについて、港湾部で釣る場合とサーフで釣る場合とでは大きく違います。港湾部で釣る場合は、なるべくライトなタックルの方がキスに警戒されにくいので、メバリングやエギングロッドを流用して、重りは3号から5号程度を使用したちょい投げがおすすめです。サーフの場合は、少しでも深場を狙うために、4メートルクラスの投げ竿で、25号から30号の重りを使用した円筒が有効です。そして餌は小型のゴカイを通し刺しかちょんがけにして使用します。冬は
短く切ってあげた方が食いが良さそうな感じがしますが、逆に食いが悪くなってしまいますので注意してください。そして先ほどキスの生態でハイシーズンと違って一定の場所に集まる傾向があると説明しました。つまりキスが集まっている場所をいかに早く探し出せるか。これが冬にキスを釣るための重要なポイントになるわけです。そこで冬のキスを探すための有効な方法をお伝えします。それは線状に投げてみるということです。ここでの注意点として、冬のキスは1メートル違っただけでも全く釣れないということもありますので、角度を細かく刻みながら線状に広範囲を探ってみてください。より早く群れを探すことができるはずです。次に実際の釣り方について説明していきます。ここは特に重要な部分なのでよく聞いてください。まず、ハイシーズンのキス釣りはキャストして引いてくるだけで釣ることができます。当たった後も向こう合わせで勝手に針がかりしてくれるので何もすることはありません。しかし冬はそうはいきません。なぜならキスが餌をすぐに離してしまうことがあるからです。当たりがあったら得合わせするか、そのままラインを送り込んで食い込ませるか、いずれかの方法が必要になります。これはその時々によって異なるため、いかに早くその日に合った方法を探り当てるかが重要になるわけです。そしてこのゲーム性が越冬キスの醍醐味と言っても過言ではないのかもしれません。皆さんもぜひこのゲームに打ち勝って美味しい越冬キスにありつきましょう。それではまとめです。冬に釣れるキスは越冬キスと呼ばれ、脂が乗った大型の個体が多くなります。それだけに水温が低くなる冬は深場に潜ってしまい、なかなか釣ることができません。そこで10メートル以上の水深があり、かつ河川の流れ込みのないサーフなどを狙うことが重要です。さらにキスの群れに当たる確率が少しでも上がるように線状に広範囲を探っていきます。また釣り方はハイシーズンのような向こう合わせではなく、しっかりと合わせに行くか、ラインを送り込み飲み込ませるか、その日に合った方法を選択しなければいけません。そしてこの選択に打ち勝って美味しい越冬キスを釣り上げましょう。それでは特典パートです。ここではキスのおすすめの食べ方を2つご紹介いたします。皆さんはキスといえば天ぷらを思い浮かべるかもしれませんが、ここではあえてフライをおすすめします。キスの身がふっくらしているのは折り紙付きです。実は天ぷらよりもファンが多いとされるフライ、一度試してみてはいかがでしょうか。次に大型の越冬キスだからこそ試してほしいのが干物です。キス特有のふわふわ感はなくなりますが、干すことで甘みが凝縮され、普段とは違った美味しさに感動することは間違いありません。天ぷらのイメージが強いキスだからこそ、他にもこんな食べ方があるよという方は、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。